知事力の場で声を荒げたり、舌打ちをしたり、机を叩いたり、付箋を投げたりということは、もうその後、自分ではされていない。風通しの良い職場づくりに向けて、力を尽くさせていただいております。断言すればいいじゃないですか、やってないんだったら。電車の中で見てる人何人かいるでしょ。隣の人のお尻触ってないですよね。元彦の答えたのは、そうならないのに努力しています言うてんねんで。それは触ってるやつの言うことです。パワハラ研修に3200万かかってるんですよ。銭かけて二度とパワハラしないでね言って研修した人が、もうパワハラしてませんかって聞かれて、してませんって答えられへんって、それ税金の無駄遣い以外何の意味合いがあんの？今やってみてんねんけど、やっぱりカメラ目線の夫婦ってめっちゃ難しいで。ここにカメラあるんですよ。ここにカメラあるんです。これを見ながら夫婦しよう思ったら、怖いで。うどんが落ちるんちゃうんかなと思って。ほら、僕東京に住んでるじゃないですか。で、東京のコンビニってね、まあうどんも売ってるんですよ。こうやってうどん売ってるんですけど、数が少ないから、先になくなって蕎麦ばっかりなんで、蕎麦やったら検証できひんなと思って、ようやく今日、近所のコンビニでうどん買えたんで、うどんでやってみてるんですけど、無理やで、こんなん。だって見えへんねんもん。手元の端が。いや、超考えてみ？端見やんと夫婦できる？いや、だからカメラ目線なんですよ。ごっつカメラ目線なのよ。いや、できるとかいうやつはね、ほんまにやってみて。できひんから。いや、二人羽織やで、あんな。二人羽織でよう見る光景ですよ。こことかに端行くやつですよ。いや、見てみる？こうよ。で、俺同じようにしようかこれ。端見やんと、こっちみたいんやろこれ、カメラ下や言うてんやろほんだら、下で、同じようにしてみようかここら辺見ながら、食べられへんって。目いってまうもん。で、夫婦するときってほっぺたがね、へこむはずなんですよ。ねえ、もうスッと食え、スッと。セブンイレブンの冷やし豚しゃぶうどん。うまいです。夫婦、いや、これ、だって、元日が食うとんのも、冷えたうどんやもん。食われへんって。で、今日はなんでのっけからこれをやってるか言ったら、これがこすりたいというわけではないんですけど、ジャーナリズムというか、ものを書くにあたって実証っていうのはとても重要だなというお話が今日のテーマだからです。どっちと一緒にうどん食いたいか考えたらわかんねえ。気持ち悪い。50やで、このおっさん。もう。で、これでうどんを食うてみて実証したわけです。早くやりたかったんですけど、夫婦は麺を見ながらでないとできないということ。見てまうねんって。条件反射的に。条件反射じゃないな。身体の構造的に。だって、見えひんかったら、夫婦が終わったかどうかわからへんやん。で、夫婦するときは、唇は、ほっぺたは膨らみません。吹いとんやから。ということで、今日のテーマは、何でもかんでもこうやってほんまにそうなのかということをこっち側で試してみるということが、報道、ジャーナリズム、言論などというものに、携わっている人間にとってはとても重要であるということです。という話の前に、ちょっとやっぱり昨日の記者会見は衝撃的だったなぁと思うんです。まあ、水谷さんの腕もあって、画像的な気持ち悪さというのはあると思うんだけど、今朝ね、僕いろんな人に実を言うと送る前に今日は衝撃やでっていうことを LINE のグループとかで流してるんですけど、どんな連中に流してるか言ったらね、元彦の東大の同級生の LINE グループあるんですよ。気持ち悪い言うてるね。元彦の東大の同級生とかがいる LINE グループがあるんですけど、とかに今日は衝撃やでとかっていうのを送ってるんですが、ツイッターを見るとね、そんなんあるんやって、俺が取材して回ってるからよ。元彦と東京時代に会うた人で、
元彦のことをどう言うてるかということを俺が調べてるからですよ。だから会うてるんで何人かと。だからまあ、それはその、駒場の頃に殺したろうかなと思うぐらいムカついたとかいう人とか行さんおってね。まあそりゃそうやろ。能力低いのに東大に行ってんねんから。まあそうなのはしゃあないんですけど、で、現にそれは総務省分かってるから、もうしゃあないから福祉の一環として採用して本省に入れへんかったわけでしょ。まあ、そやからまあまあそれはええんですけど、ツイッターとかを見ていると、衝撃なのはなんかこう、水谷さんのメガネクイクイ、俺の質問の時に、これ水谷さんがこれ切り出してて、これなんかちょっとバズっとったけど、これちょっともうおかしいで、ほんまに確かに。水谷さんここ切り抜くだけあって。前回までは服部副知事がいたわけです。今回からしようと思って昨日はカメラいじりがね、こうやってたんですが、これはさ、そのカメラってメガネいじりが、バズってたんやけど、これは、メガネいじりで盛り上がれる人というのは、例えばペーロンであるとか、テニスの王子様であるとか、うどん夫婦であるとかの、斎藤元彦が本職の気違いであるという人が、また気違いっぽいことしてるっていうことで騒げるわけですよ。でもね、それは、語の全き意味での啓蒙なので、啓蒙という言葉を使いますけども、その、我々というか、いや、斎藤元彦おかしいでって言ってる連中が、この2年半とか3年かけてやってきた啓蒙活動が広がって、特にツイッターの世界においては、80対20ぐらいで、斎藤元彦は本職の気違いやっていう人の方が多いわけですよ。で、これYouTube の古事記のために言うとくと、斎藤元彦気持ち悪いっていう動画の方が回るからね。そっちの方が儲かるからね。で、それはこの3年間の啓蒙活動の実りなわけですよ。しかしながら、その啓蒙活動は、世の中の大半に認知されていないわけですよ。そもそもね、健常な生活をしてる人は、朝7時からね、50を超えた顔のでかい、油まみれの顔したおっさんの動画なんか見いひんねんて。で、もっと言うたら YouTube そのもの見いひんねん、世の中の大半の人って。で、世の中大半の人 Twitter なんかやらへんねん。Twitter なんかやったとしたとしても、検証応募の時とか、アンケートでなんかもらえるとかって時に Twitter 動かさはるだけやねん。世の中大半の人っていうのは。ましてや Facebook なんかせえへんのよ。その証拠にね、世の中の人は、斎藤元彦見たら気違いやって気づくねんて。大半の人は。その証拠が2024年の知事選挙ですよ。投票率 50% で、50% しか投票行ってへん選挙の中で、斎藤元彦の得票率 45% やね。で全体の 25% 以下なんですよ。だって世の中の普通の人、さっき言ったようなね、YouTube もやらへんような、Twitter もやらへんような、世の中の大半の真面目に仕事して、勉強して、生活して、ってしてる普通の健常な人たち、俺らとは違って、俺ら変態とは違って、健常な生活をしてる人たちというのは、普通に見抜いてるんですよ。だからそういう統計的結果になるわけです。てか、斎藤元彦見もしてへんねん。斎藤元彦の存在にさえ気づいてないのが俺は普通の人やと思う。で、俺はその普通の人がメインターゲットや言うてんじゃん。そこはね、確かにそれが普通の人で、それがオーディナルで、平均的な日本の市民なんだけど、そこにアプローチするのは、マーケティング的には工数がかかりすぎるから、僕はほっとけって、俺が仕切る選挙で、俺が常に勝ち続けるのは、そこはほっとけって言うからなんです。多分、兵庫県民にランダムにアンケート取ったら、斎藤元彦さんが兵庫県知事をやってるってこと、知らん人6割超えると思うで。で、残り4割で斎藤が悪い言うてるわけ。で、残りの4割が半分半分悪いに分かれてるんではなくて、残りの4割で、すなわち斎藤元彦という名前の人が兵庫県知事をやっているというのが、知ってるのが残りの4割ですよ。で、これが半分半分に分かれてて、悪い言うてんのちゃうねんって。多分ね、1割言うてて、1割悪い言うてて、2割どっちでもって言うてる。で、この1割のというのは、これはもう精神病の患者ですから、
もうこれは僕ら素人では手が出せないところなんですよ。となると、この真ん中の2割の人ね。この2割の人をこっち側に持ってくると。要は、あかんやん言うてるのが3割いると。で、ええやん言うてる精神病の患者が1割いるという状態にしていかなければいけないということで、この間テニスの王子様でこの2割がごそっとこっちへわってきたわけですよ。だから、この間のテニスの王子様はでかいんです。テニスの王子様から YouTube の切り抜きめっちゃ増えてんねんで。だってそりゃそうやんか。政治的主義主張のない、どっちかっていうと一番最初に俺が捨てた6割の人たち側の人、お金にしか興味がない人から見たら、斎藤元彦気持ち悪いって言うた方がお金儲けになるの見たらわかるやん。だって気持ち悪いねんもん。でもその気持ち悪さに気づいた人は、さっきの水谷さんの動画で見て、あ、こいつまた気持ち悪いことしとんな、言うてんねんけど、俺がさっき一番最初にしたら6割の人いるでしょ。そこにはテニスの王子様の気持ち悪さも届いてないんですよ。でもね、ようやくね、これね、松本さんの質問やったから、ひょっとして大手メディアが拾わへんかもわからへんけど、やっぱりこれね、大問題ですよ。松本さんの質問に対する答え。ちょっとありえないよ。ありえないというかね、像が結べないと言うべきかフリーランスの松本です。こっからなんですけどね。ことが大事だと思います。ずっとパワハラの話してたんですよ。風通しの良い職場づくりというのは今現状かなり実現できているという評価をされていますが、自己評価で結構ですけども。そうですね、自分でなかなか評価がしづらい面はあるとは思いますけども、私としては自分ができることをですね、さまざまな取り組みをですね、日頃のやはり幹部職員などとの、レクチャーを受ける機会も多いですけども、そういったところで、しっかり意思疎通をしながら自分の考えを伝えさせていただいたり、それを検討していただいて、その検討結果を、伝えていただいて、それが、難しい面もあればできる面もあるということの、課題の整理とか解決策を、議論しながら、一つ一つの、事案ですね、今回6月法制なども今作らせていただいておりますけど、そういった一つ一つの課題や事案に関して自分なりにコミュニケーションを取りながら力を尽くさせていただいているというつもりではありますね。それについてはいろんなご指摘や受け止めっていうのはもちろんあると思いますので、さまざまなご指摘については真摯に受け止めつつ、引き続き自分としては努力を続けていきたいというふうに思います。知事力の場で声を荒げたり、舌打ちをしたり、突きを叩いたり、付箋を投げたりということは、もうその後、自分ではされていないという認識ですか。知事レクチャーの場というものは、さまざまな政策課題に対して報告を受けて、協議をそれは分かるんですけど、そういった行為には及ばれていないという胸を張って今言えるということでよろしいですか。密なコミュニケーションを職員と図りながら、いい政策作りに向けて、風通しの良い職場作りに向けて、力を尽くさせていただいております。断言すればいいじゃないですか。やってないんだったら。努力を風通しの良い職場作りに向けて努力をしております。ありがとうございます。はい、知事レクの場で机を叩いたり、声を荒げたり、付箋を投げたりしてませんか言われてんのに、普通やったらしてませんって言うたらええんちゃうん。いや、してませんという答え以外はしてるという答えですよ。いや、ほら、これ、俺が謙虚不快なこと言うてないということを立証しましょう。今この時間帯ですから、この配信を電車の中で見てる人何人かいるでしょ。電車の中で見てる人何人かいるでしょ。電車の中でこれを見てる人に聞きます。隣の人のお尻触ってないですよね。いやいや、電車の中でさ、にいる人に、その外から LINE かなんか連絡して、隣の人のお尻触ってないよなって聞かれたら、触ってるかボケって返ってくるのが普通ですよ。触ってませんって。それ以外の答え返ってきたらみんな、あ、こいつ触っとんなと思うでしょ。斎藤元彦何言うてるか言ったら、触らない努力してます言うてね。いや、それやっとるかないう話やん。いや、そうでしょ。いや、LINE でね、電車の中に自分の
自分の知り合いが電車の中に乗ってると、そやから電話かけられへんから LINE にしようと思って、LINE でなんかしやってて、お前ところでお前、隣の人のケツ触ってへんやろなって LINE 送って、触ってるかボケっていう答えが返ってきたら心配にならへん。既読ついて5分返事なかっても、既読ついて5分帰ってけえへんねんけど、これ、どういうことって心配になってくるでしょ。いやさ、一番びっくりするのは、いや、他人のは触ってへんっていうことやって、どういうこと他人のは触ってへんって自分の触ってんのって。そんなんはどうでもええねんけど、いや、要はさ、電車の中におる人に LINE かなんか連絡して、お前今隣のケツ触ってへんやろな、言われて、触ってるかボケ以外の答え成立せえへんでしょ。いや、触ってへんのが普通やねんから。なんでそんなこと聞くねんって言って怒るのは普通なんですから。松本さんの質問をそのまま知り合いの間のその LINE のやり取りに切り替えると、お前前みたいに隣のやつのケツ触ってへんやろな、言われてんねんで。いや、松本さんの聞き方でそういう聞き方やったんや。前みたいに何々をやってないですよねっていう聞き方やったんや。いや、だから、電車の中に乗ってる人への電車の外の友達からの LINE のやり取りで言うとね、お前前みたいに隣の女の人のケツ触ってへんやろうなって送ってこられて、元彦の答えたのは、そうならないように努力しています言うてんねんで。それは触ってるやつの言うことです。想像してみ、自分が電車に乗ってる友達に、お前前みたいに隣の女の人のケツ触ってへんやろうなって送って帰ってきた LINE の答えが、そうならないように努力していますやったら、うわ、こいつやっとると思うでしょ。いや、そう以外解釈の余地ある？普通の知事やったらもっぺん聞く？同じとこ。風通しの良い職場づくりというのは、今、現状、かなり実現できているという評価をされていますが、自己評価で結構ですけども。そうですね、自分でなかなか評価がしづらい面はあるとは思いますけども、私としては自分ができることをですね、さまざまな取り組みをですね、日頃のやはり、幹部職員などとの、レクチャーを受ける機会も多いですけども、そういったところで、しっかり意思疎通をしながら自分の考えを伝えさせていただいたり、それを検討していただいて、その検討結果を、伝えていただいて、それが、難しい面もあればできる面もあるということの、課題の整理とか解決策を、議論しながら、一つ一つの、事案ですね、今回6月法制なども今作らせていただいておりますけど、そういった一つ一つの課題や事案に関して自分なりにコミュニケーションを取りながら力を尽くさせていただいているというつもりではありますね。それについてはいろんなご指摘や受け止めっていうのはもちろんあると思いますので、さまざまなご指摘については真摯に受け止めつつ、引き続き自分としては努力を続けていきたいというふうに思います。知事力の場で声を荒げたり、舌打ちをしたり、机を叩いたり、付箋を投げたりということは、もうその後、自分ではされていないという認識ですか。知事レクチャーの場というものは、さまざまな政策課題に対して報告を受けて、それは分かるんですけど、そういった行為には及ばれていないという胸を張って、今、言えるということでよろしいですか。密なコミュニケーションを職員と図りながら、いい政策作りに向けて、風通しの良い職場作りに向けて、力を尽くさせていただいております。これ、やっとるやつの答えよね。いや、もう今の俺のコメント欄、ジミー大西みたいになってんねん。みんなやってるって、お前らジミー大西か。みんな総合したらみんなでジミー大西になってる。やってるになってる。いや、もうお前も頑張れよ、さっきの例えで言うたら、電車に乗ってる友達に、松本さんはもうやってないですよねって聞き方をしてるから、前やってたっていうことを前提の質問になってんねんな。お前、前みたいに女の人のケツ触ってへんよなって言われて、様々な受け止めがあると思いますけれども、そうならないように努力していますって答えたら、お前こいつ絶対またケツ触ってるわと思ってるやん。これ誘導質問でも何でもないですよ。松本さん普通のこと聞いてるんですよ。机を蹴ったり声を荒げたり付箋を投げたりというのは職員アンケートになって、第三者委員会でも百条委員会でもパワハラとして認定された行為です。第三者委員会でも認定されて、パワハラ防止法違反だと言われた行為です。で、それをもうやってない
でしょって聞くのは、これ当然の質問で、これは誘導質問でも何でもないです。で、普通ね、やってなかったらやってませんで答えられるんですよ。で、もっと言うと、電車に乗ってる友達にお前隣の女の人のケツ前みたいに触ってへんやろうな、言われたら、えがにせこら言うて怒られるんですよ。怒りもせえへんねん。ってことは言われたら当然や思うとんねん。普通の人間お前電車乗った隣の女の人ケツ触ってんちゃうやろな言われたら、お前何言うとんねんこら言うて怒るのが普通よ。でさらにこっから先は、斎藤元彦さんの支持者という精神異常者に日本語が伝わらないとは思うけれども、精神異常者の方々に残念なお知らせがあるんです。松本さんが言うてる机を蹴ったり声を荒げたり付箋を投げたりというのは百条委員会及び第三者委員会で斎藤元彦のパワハラ行為ということで事実あって、それはパワハラ防止法違反だと。で、それを、法的な責任を問えないのは、パワハラ防止法というのは地方公共団体を除外しているから、だけに過ぎないと。これが民間企業であれば、刑事罰に問われても仕方がないような行為だとまで言われている行為です。で、松本さんは、ということを以前みたいにもうやってないですよねって聞いたわけ。で、それに対する答えが、やってるわけないやろアホンダラということではなくて、努力しますやったわけ。ってことはやってるだろうって話なんですけどね。こっから先は斎藤元彦を支持してしまえる人生の能力が低すぎて、神崎川を越えて大阪へ行くことさえできない人生の負け組の皆さんに言うんですが、元やん。第三者委員会と百条委員会の答え認めてしもてるやん。松本さんが並べ立てた机を叩いたり声を荒げたり付箋を投げたりということを過去にあって、その過去にあったその行為を今やってないですよねという質問に対してまっすぐ答えられへんということは、過去にあったことは過去にあったことでしたって認めてしもてんねん。答え合わせ終了です。もともとやってへん。百条委員会を嘘ついてる第三者委員会の認定は間違いや言うてんねんけど、斎藤元彦は否定せえへんねんもん。これ自白ですよ。具体的に何をやりましたって何一つないって具体的に言うてるやん、松本さん。机を蹴ったり、声を荒げたり、付箋を投げたりって書いてるやん。それ以上どう具体的に言うたらええの？具体的って何？その付箋の分子構造とか書くの？いや、身に覚えのないことで言いがかりつけられてた松本さんに声を荒げたり、机を叩いたり、付箋を投げたりしてませんよね。今昔みたいに言うたら。今も昔もやってるかいっていう答えしかないんです。やってない人からの答えは。で、あの答えは昔も今もやってますとしか解釈のしようないんですよ。普通の人間やったら俺がそんなことするわけないやろ言うと怒るとこですよ。でね、僕は、ちょっと聞きにくいねんけど、俺が思わず言うてしもった声が松本さんの質問のところに入ってるんですよ。大きな声でヤジを飛ばしたわけでも何でもないんですが、マイクの都合で入ってしまったんやと思うんですけども、風通しの良い職場づくりに向けて、力を尽くさせていただいております。断言すればいいじゃないですか。今ちょっと入ったんやけど、俺、思わず、よう言わんのって言うてしもた。俺は別に、よう言わんのかいって言うたんちゃうで、ほんまにびっくりしてん。よう言わんねや、と思って。よう言わんのって。思わず言うてしもたんよ。ほんで俺ね、よう言わんっていうことを俺昨日帰り考えてたんですけど、これ、よう言わんのとちゃうのよ。おそらく。いろんな解釈があると思うんです。よくそのネットで見かける解釈はね、癌としてでもフリーの記者の質問に真正面から答えたくないから、真正面から自分が答えたという実績を作りたくないから、ああいう答え方をあえてしているって。要はフリーの記者をバカにしているっていう言い方ね。OK、そうかもわからん。あるいは、やってるから否定できひん。OK、そうかもわからん。そやけど、松本さんの質問が知事力の場でっていうことを言ってて、そこで明確にハラスメントの存在を否定しなかったっていうことそのものがハラスメントじゃないですか。理由が何であれ、語るに落ちる自白であるということであれ、フリーの記者をバカにするための回答であったとせよ、僕はあなたパワハラをしていますかって聞かれて、パワハラしませんって答えない
組織のトップを見る組織の人ってどんな気持ちになる？あなたの勤めてる会社の社長が記者会見で記者から社長パワハラしませんよねって聞いたときに、いや、まあね、って答えたらどない思う？要はね、基準というかモチベーションはどうであれ、あの答えそのものがパワーハラスメントなんですよ。権力、英語でするとそのままパワーです。パワーを持ってる人がパワーハラスメントを否定しないんですよ。本人は田舎の弱者の特有に綺麗にあしらうとかと思ってんねやろ。全然綺麗ちゃうけど。それそのものがパワハラなんですよ。あなたが兵庫県庁に勤めてる身だと思ったらええんですよ。県の職員が記者会見見てて、松本さんから知事が、知事昔みたいにパワハラしませんよねって言ったら、にゃ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 ってしませんって一言言われへんってことは、どういうことって職員やったらなるんちゃう？それ、パワハラ続行宣言なんですよ。語の全く意味での。いや、本人はね、田舎の弱者特有のね、昨日 YouTube のコメントで質問者が松本さんと菅野さんになった瞬間に、元彦の仕草が弱者特有の仕草になるっていうコメントがあったんですよ。もうその通りで昨日見たらこいつ本音そやから東大生にいじめられとったんやっていうのはよう分かりましたけど、典型的な田舎のおっちゃんですよ。仕事できひん。うろうろしとんねん。うろうろして言葉を尽くすことが他人に対してごまかせてると思ってる一番能力の低いティア3の人材だってことよくわかるんだけど、これを答えることがね、パワーハラスメントになるという理解が2026年にできない社会人って社会人失格でしょ。いや、少なくとも東京では通用しないですよ。従業員1000人以上いる企業で、この受け答えが、記者の質問がアホやから綺麗にあしらってるなんていう弱者はいないです。いや、もう東京で通用しないです。イラつかせるからではなくて価値を生んでないからです。だって松本を困らせようと思ったら、してるかボケ2秒で済むんですよ。そうでしょ？松本さんがもう生きてるのが嫌だと思うぐらい恥をかかせようと思ったら、してるわけないやん。はい、次。それでいいのよ。松本さんが困るのは、してないと言われることなんですよ。みんな喜ぶことしかやってへんねん。もっと言うとね、声だめに落ちて生まれてこの方、母親の、着床したところが母親の子宮ではなくて声だめでしたみたいな低俗な人はね、知事優しい松本さんを優しく扱ってるとかって言うんですよ。もう松本さんに優しいかもしれんけども、これ職員どう思って聞いてんねん、お前これ。働いてる人1万人ぐらいおんねんだ。1万人の兵庫県の職員はどない思うねん、これ聞いてたら。そんなことを言うやついるかどうか知らんよ。せやけど、田舎の弱者の思考パターンって、うちの実家の周りにいる人らの程度の低さ見てたらようわかるけども、これ知事優しいからや、とか言うねん。弱いやつって。正当化できひんから。ほんで優しかったとせえよ。松本さんに対して。はい、優しいねんな。で、その優しさの裏腹で、これその受け答え聞いてたらパワハラを否定できないトップが自分の組織のトップやと思ってる職員の気持ちに対しては優しいんかい。パワハラやんけ。ああ、そうか。知事に、記者には優しいけども、俺らにはパワハラやるんや、になってまうやんけ。受け答えが松本さんに対する優しさやとするんと。下向いて生きていかなあかんやんけ。で、俺は今パースペクティブとしてね、さっきこれやってるかやってへんかやったらやってるやつの受け答えやねっていうのはこれ第三者の見方ですよ。で、もう一つのパースペクティブは県職員から見たときに松本さんの質問への対する回答、県職員からするとパワハラ続行宣言でしかないということを今解説しました。あともう一つのパースペクティブがあるんですよ。田舎の人は絶対反論できひんもう一つのパースペクティブ。諸説あるんですけれども、パワハラ研修に3200万かかってるんですよ。記載許可団体、借金まみれで、自分で他の都道府県は自分で予算足らへんから借金しようとか勝手に借金できんのに、兵庫県と新潟県は借金が多すぎるから借金しよう思ったら国の許可が必要なんですよ。記載許可団体になるぐらい財政この5年でむちゃくちゃになった兵庫県やのに、やらんでも幹部向けのパワハラ研修で3200万かかってるんですよ。3200万かけて知事含む幹部職員がパワハラ研修を受けてるにもかかわらず、パワハラしてますか言われて、してませんって即答できひんって、そういう県民の税金の無駄遣いじゃん。
県民税払うてる人からしたら、お前何勝手に無駄な金使うてんねんって話にならへん？パワハラ研修したんやろ？で、それはしゃあないよ。だって第三者委員会がパワハラとして真っ黒やっていう答え出してがパワハラ研修したのよ。だからそれは行政としては正しい行為ですよ。で、それなんで3200万、ワンショット3200万ちゃうで。まあ、断続的にせなあかんから3200万や言われてんねんけど、3200万かかってるらしいの。銭かけて二度とパワハラしないでね、言って研修した人が、もうパワハラしてませんかって聞かれて、してませんって答えられへんって、それ、税金の無駄遣い以外、何の意味合いがあんの？で、元彦パワハラ研修自分だけがパワハラしてる言われてるのになんで3200万もかかってるか言ったら、局長クラスから以上全員受けさせるからですよ。風通しのいい職場作りのために。他の人関係ないのに道連れにして。まあそれそのものはパワハラなんですけどね。パワハラ研修受けたんでしょ？税金で。税金使ってパワハラ研修受けた人にパワハラしてませんよね聞いて、してませんって以外の答えが出てきたら、それは税金の無駄遣いです。3つのパースペクティブ。第三者から見て、あ、これやっとんなって答えやと。で、県の職員から考えたら、これはパワハラ続行宣言である。県民から見ると、こんなもんは税金の無駄である。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。